家の主として気になること。フランツ・カフカ。第一の説。オドラデクという言葉はスラブ語が起源で、それは語源からも明らかだとされている。第二の説。ドイツ語こそが起源で、スラブ語はその影響を受けたに過ぎない。いずれにせよ、どちらの説も頼りない。とりあえずもっともらしく考えるとすれば、どちらも的外れで、そもそもそんなことをしても、この言葉の意味がわかるわけではない、となる。無論、そんなことをつぶさに調べてどうなるのか、という話だが、実際、オドラデクという名で、奴が存在しているのだから仕方がない。奴は見た感じ、ぺちゃっとした星型の糸巻きみたいだ。しかも、本当に糸が巻きついているように見える。ただ、その糸はちぎれてボロボロで、結ばれ合うというよりは、ぐちゃぐちゃともつれ合っていて、なおかつ、その糸くずはそれぞれ違う色と材質であるようなのである。それでもって、奴はただの糸巻きにあらず、星の真ん中には短い棒が突き出ていて、さらに、その棒から垂直にもう一つの棒がピタッとくっついている。平面に対して、一点にその垂直の棒、もう一点に星のとんがりを一つ支えにして、まるで二本足みたく全体をまっすぐ立てることができる。そうなれば、このオブジェがかつてはもっともらしい形をしていて、今は壊れてしまっただけなのだ。そんな風に考えたくなるのも人情というものだ。だが、どうやらそうでもなさそうなのである。少なくとも、それらしいところは一つもない。そうではないかと思わせるだけの手がかりもなければ、壊れた跡もない。どこからどう見てもガラクタなのだが、それでいて、一つのものとして出来上がっている。もうちょっと言わせてもらうと、オドラデクはめちゃくちゃすばしっこいやつなので、どうにも捕まえられなくて、だからそういうことをどうとも言えんのである。奴は代わる代わる屋根裏部屋に、階段室に、廊下に、玄関に現れてはじっとしている。たまに何ヶ月の姿を消すことがある。おそらく別の家に移っているのだ。だが、その後必ず私たちの家に出戻ってくる。たまに人が家へ帰ってみると、奴が階段の手すりの下でピタッともたれかかっていることもある。そんな時、人は声をかけてみようかなと思う。無論、ややこしいことを問いかけたりはせずに、まあ、ちっぽけなことしかしないやつだから、それ相応に子供扱いしてやる。あのさ、僕、なんて名前？とか尋ねてみる。すると、オドラデク。と奴は言う。じゃあ、どこに住んでるの？すると、住所不定。と言って、奴は笑う。だが、笑うも何も、肺を使わずに笑う人の声に聞こえてならない。
落ち葉がカサカサという音のように耳障りだ。決まってそういう笑いで会話が終わる。そもそもそういった言葉だっていつも返ってくるとは限らない。ずっと黙っていることもよくある話だ。木のように無口。確かに奴は木材っぽいんであるが、どうでもいいことだが、私はこう考えてみるのだ。これから先、奴はどうなるのだろう。死ぬことがあるのだろうか。死ぬ者は皆、あらかじめ何らかの目標を持ち、何らかのやることを抱えている。そして、そのためにアクセクする。だが、オドラデクの場合、こういったことが当てはまらない。もしかすると、奴はこれからも先、私の子供や孫の足元で、糸をだらりと引きずりながら、カサカサ泣くというのだろうか。そりゃ無論、奴が誰にも害をなさないことは分かっている。だが、ぼんやりと、奴が私の死んだ後もやっぱり生きているに違いない、などと思うと、私はどうも悩ましくて仕方がない。